今回のスタートはここ薬師岳小屋からです。2017年にリニューアルされた新しい小屋でしたので、ご覧の通り清潔で開放感ゆったり過ごせる小屋でした。この日他の宿泊者の人は早朝すでに出発されました。私は5時半の朝食をいただいてからの出発でした。ショルダーハーネスをギュッと絞ると私の登山エンジンが始動します。山頂近い小屋泊の良さは、この出発と同時に天空俳句がスタートすることです。山では朝の光からしてすでに気をされそうな力がありますし、白砂に映る影も朝一番の目覚めの伸びをしているような気がします。やはりこの薬師岳から見る白根三山は迫力があります。残雪を抱いてちょっと偉そうにも見えます。どう歩いたとしても、どう眺めたとしても、ここは天空の世界観に身を置ける稜線だと思います。早速1枚レイヤリングを減らします。この山に特化した服の機能っていつも感動しちゃいます。ちょっと身軽な気分になりました。影の長さを見ると太陽はまだまだ私と同じ高さな気もします。影はまだ朝の背伸びの最中ですが、光は奥の谷間まで届き始めました。南アルプスの名峰たちがかっこよすぎです。こう見ると森林限界ではなさそうですが、稜線特有のこんな斜面も歩けます。振り返ったら薬師岳からの自分軌跡がたどれることにまた感動できました。それに富士山との共演、大きな山を道連れにさらに歩みを進めます。松のような木を見ると庭園の中を散歩しているような気分です。自然が作り出した天空庭園っていうわけです。観音岳です。北欧三山で最も高い山。あと2時間ぐらいかな、1時間ぐらいかな。見るとでもこの辺ずっと花崗岩の砂地ですね。砂礫の道です。まるで山の上なのに海岸を歩いているような気がします。考えればもともと隆起でできた南アルプスですから、ここは大昔は海だったわけですよね。そう考えたらあれで海岸のような山を歩いてますって言うけど、海岸だったところを歩いてますっていうことなのかな。この白い海岸の砂地のような道は南アルプスでもここと、あとわずか千丈ヶ岳もそうでしたっけ。あとは白い花崗岩が有名なのは甲斐駒ヶ岳ですよね。やはり山引き込まれた人は絶対に登りたい、絶対に登ると言える山になるんでしょうね。この北欧三山もその一つになると思います。こうして眺めてみると地球が丸いことが感じられます。日本一の富士山もこの南アルプスの山並みも地球の丸さに飲み込まれれば小さな突起でしかありません。そうやって見れば人間なんてもう平面上の点にすらなりません。来た。王山観音岳来たぞ。到着。見てください。富士山から薬師。武蔵の山並み、八ヶ岳。さあこの向こうにお目当てのオベリスクが見えるのか、楽しみ。オベリスクの下はジグザグに歩いてる道ですよね。観音岳を後にして鳳凰三山次の山に向かいます。この先の稜線歩きはこれまでと違いアップダウンが強くなります。富士山もいつまで見守ってくれるのか。オベリスクです。
すんごい急に下るんですね。いよいよ本日の一番の楽しみがあそこです。あの山本当に特徴的です。ルート外れてしまいました。修正しなきゃ。どうしたらいいんだろう。こっち入れる。ここ抜けるか。どっちかな。やばいやばい。ルートの目印あるかな。見つけられない。見つけられないけど、こっちの感じですね。じゃあ、こっからちょっと降りてみます。どこで間違えたんだろう。あった。赤丸。オッケー。戻れました。ありがとうございました。感謝。景色に見とれてたからかな。まだ下るね。まだ下るっていうことは、それだけ登るっていうことだね。おう。高台。見晴らし。ここはすごい高度感を味わえる場所でした。自分の人生もこんな風に眺望できたら、きっと生き方が変わっていくかもしれません。他の YouTuber さんが海岸の砂と感想を持たれるところです。本当にここは山を歩くのとは違う感覚でした。砂浜です。この鳳凰三山から尾根伝いに甲斐駒ヶ岳へ稜線がつながっていることを目の当たりにできる場所です。振り返ってみると自分の歩いた稜線が結構険しい細い尾根の上だったことがわかります。我ながらよく頑張れたなと思ったら胸に一粒温かい気持ちが芽吹きました。最後の目的ももう少しです。赤抜沢の頭頭地蔵岳山頂10分。さあ地蔵岳だ。ガスがかかってきましたが、ガスのおかげでなんか有限な感じが漂ってきました。下界は青い、オベリスクは雲の中。これなんと鹿が地蔵岳の白砂の河原に現れました。はしゃいでます。まるでオベリスクと私を上手に一枚の上に収めてねって注文されたような気持ちでした。ドキドキしながら撮影しました。鹿は神様の使いって話をこの時思い出しました。それにしてもこのオベリスク、ダヴィンチだって想像できないほどの魅力を発してます。あの割れ目の中を覗きたいと思いませんか？行けるところまで行ってみることにしました。急激に勾配が高まり恐怖が襲ってきます。ちょっと悩んでます。もう少しは行けそうです。でも怖いです。やはりあの割れ目まで行くのは私にはできませんでした。今回はここで戻ります。割れ目の中には実は祠があるそうです。合ってる。最後か。よし、頑張れ。この砂地、
登りを考えるとゾッとしました。建物が見えるとほっとします。鳳凰小屋です。工事中でした。でも水は美味しいからどうぞって言われました。それならその水で食事をとることにしました。今回はモンベルの香る本格エスニックガパオリゾットです。どうでしょう、美味しさが伝わりますか？とってもボリューミー、美味しかったですよ。この小屋もね、秋にはできそうで、急降下でした。急降下でしたが、うわー、見応えがある。うわお、すごい。滝の音、川の流れの音。すごい。どんどこ沢ってこんなすごいんだ。ここはいい。水しぶきが気持ちいい。青木高専に着きました。2日間ありがとうございました。素敵な感謝旅がまた一つ終わります。終わると思うともう本当になんか寂しいんだよね。心の中はもう感動でいっぱいです。南アルプス、北アルプスと違う緑の奥深い、本当に山の基本が備わっているもののけ姫に出てきそうな雰囲気漂う苔とか湿気を帯びた樹木の匂いがプンプンとします。あの空気、あの匂い、心が落ち着きます。どんどこ沢はもうカメラもしまってほぼ撮影ありませんでした。次の機会に撮影できたらいいかなと思います。元チャンネル元でした。皆さんまた見に来てください。鳳凰三山薬師小屋泊のソロ登山でした。ありがとうございました。バイバイ。楽しかった。さよなら。帰ろう。我ながら頑張れたな。こんな日は超ビールが美味しいと思います。無事に下山できたことを連絡して終わりたいと思います。